こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダの CL250 だぜ。熊で CL500 出展、ホンダ青山ビルでの実車展示、中国での CL300 発表など、国内仕様の CL250 情報が、ポロポロと出始めている。今年のモーターサイクルショーの目玉車種として、ホンダ注目の一台ですね。各所からの情報をサクッとまとめて、CL250 情報をギュッと詰め込んでお届けするぜ。今年も気になるバイクがたくさんありそうです。このチャンネルでは、気になるモデルを深掘りする動画と、毎月の新型まとめ動画の2種類を、毎週末お届けしています。新型情報を定期的にゲットしたい方は、チャンネル登録してお楽しみください。というわけで、レベルの人気はこれが引き継ぐ ?CL250 の魅力をお届けしていきたいと思います。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。モダンなスクランブラー、ホンダ CL250。1、CL250 の噂まとめ。2、CL250 の特徴。3、CL250 スペック考察。4、ライバル比較。です。じゃ、はじめご。1、CL250 の噂まとめ。もう正式発表されたんでしたっけ？国内仕様の CL250 は未発表だ。おそらく2月頃に発表、3月の東京モーターサイクルショーで一般公開の流れかと。しかし、すでにベースとなる欧州仕様の CL500、中国仕様の CL300 は発表済みだ。スペックやスタイルは雑誌やネットでチェックできる。情報を時系列で追いながら、CL250 情報をまとめてチェックしていくぜ。CL シリーズって、始まりは2018年3月、ホンダの特許出願車両図に使われた画像から、CL 開発中の噂が広がったぜ。レベルのフレームっぽい絵に、アップマフラーが描かれた図ですね。特許図に意味ありげなスケッチをぶち込んでくる。で、おなじみのやつだ。新型バイク好きは、これだけであれこれ大騒ぎだ。他社でも新型を匂わせる特許図がありますね。鈴木なら冷却関係の特許図がリカージョン風とか。で、そのアップマフラーから、新型はスクランブラーと展開していくんですよね。このキーワードでググると、出てきたのはこのバイクだな。CL72 スクランブラーですね。このモデルは2022年で誕生60周年らしいです。過去には、CL250 という同名車両も存在してる。1968年に登場した、空冷2気筒のドリーム CL250 だな。青白のカラーリングも爽やかで、新型にも採用されるといいですね。残念ながら、今発表されてるカラーリングにはない。でも、何かしらのサプライズがあるといいな。駅マニのひねり並みのサプライズが。何それ？で、東京モーターサイクルショーの開催日はいつでしたっけ？3月24日から26日、東京ビッグサイトの西展示当然館を使っての開催だぜ。それじゃ、ショーに合わせてこれから情報公開されていくんでしょうね。去年のホンダ目玉モデル、ホーク11の場合だと、2月ティザー公開、4月正式発表、9月発売だったな。半年待ちですか。先は長いですね。それじゃ、お値段の方はどれぐらいになりそうなんですか？予想価格は、65万円だぜ。言い切りましたね。してその理由は？ CL250 はレベル250ベースだ。その派生車と考えて、S エディション64万9000円のポジションになると予想。で、お値段も切りよくしました。勝手な予想ですが、それじゃ、CL250 がどんなバイクか教えてください。CL って、どんなバイク？ホンダ号のバイクラボ記事には、ストリートバイクの新しい形って紹介されてる。ストリートバイク。久しく聞かないジャンルですよね。ブームは2000年代、付け役はヤマハの TW だと言われてる。ファットタイヤに武骨なスタイル、ファッションアイテム的にバイクのカスタムを楽しんだのが始まりって話だ。毎日の通勤や週末のツーリングでも使えて、ちょっとしたオフロード走行もできる、オールランダーなバイクですね。で、CL シリーズのカスタムポイントは、スクランブラーでネオレトロオフロードだ。このジャンルの追加で、ホンダの 250cc ラインナップはすごいことになってるな。フルカウルの CBR250RR、ネイキッドの CB250R、クルーザーのレベル250、オフロードの CRF250L、アドベンチャーの CRF250 ラリー、スクーターのフォルツァ。そして、スクランブラーという、いいとこ取りの CL250。かつて、これほど250クラスが充実したことがあっただろうか？これで、レベルが取り込んだ若年層や女性層の、次のバイクはよりどりみどり。嬉しい悩みですね。それじゃお次は、CL250 の特徴をチェックだぜ。2、CL250 の特徴。CL250 はレベル250がベースって話ですが、外見以外は全く同じなんですか？そんなわけ、おまえんがな。と言っても、まだ詳細スペックは発表されていないので、ネットの情報をもとに紹介していくぜ。エンジン。CL250 のエンジンは、水冷タンクと DOHC と発表されているので、レベル250と似た仕様にはなるだろう。まだ詳細は不明だから、レベル250のエンジンスペックを載せておく。レベル250、国内現行仕様、
水冷フォースト短気筒 DOHC4 バルブ。総排気量 249cc。内径×高低 76.0mm×55.0mm。最高出力 19kW、26馬力、9500rpm。最大トルク 22N、2.2kgf、M6500rpm。次は、中国で発表された CL300 のエンジンスペックだ。こちらも詳細は不明だが、CM300 レベル300と似たスペックになるはずなので、参考程度に紹介しとく。CM300、2023、水冷フォースト短気筒 DOHC4 バルブ。総排気量 286cc。内径×高低 76.0mm ×63.0mm。最高出力 20.4kW、27.7馬力、8000rpm。最大トルク 25.1N、2.6kgfm、7500rpm。おそらく、CL300 エンジンのピストンストローク短縮で、250cc 対応されるはずだ。そういえば同じエンジンを積むバイクでも、モデルによって最大出力が異なりますよね。だな。最高は CB250R で27馬力、最小は CRF250L の24馬力だ。CL250 はバイクの性格からして25馬力程度。セッティングは加速感を感じる味付けになりそうだ。加速感といえば、マフラー音も影響しそうですよね。マフラーは通常よりライダーに近い位置にあるから、キレのある排気音が心地よく聞けそうだな。サイズ感や見た目。CL250 は、欧州で発表済みの CL500 と各サイズが同じだと言われてる。全長全幅全高、軸距離やシート高、タイヤサイズなど、重量以外の値は同じってことですね。だとすると、純粋に排気量で選ぶことになりますね。青山に展示してた CL500 と250の写真を見たけど、ほとんど違いがわからなかったな。ちなみに、CL250 の車両サイズ情報は公開されていない。参考にレベル250と CL500 のサイズを記載しておくぜ。レベル250、2205mm×20mm×1090mm。CL500、2175mm×831mm×1135mm。CL の方がレベルより全長が 30mm 短く、全幅は 9mm、全高は 45mm 高いですね。全高が高い分、レベルよりも CL の方が大きく感じそうです。リアショックがレベルよりストローク延長されてるからな。レベルに比べ快適性もアップしてるぜ。見た目については、気になるのがサイドアップマフラーですね。マフラーに装着されるヒートガードは二重構造で、肉抜き穴からはパンチングメッシュが覗き込った形状だ。冬場は湯たんぽ代わりになりそうです。タイヤはセミブロックパターン、キャストホイールでオフイメージスクランブラーらしい走りを連想させる。タックロールシートやニーパッド付きの燃料タンクなど、先代の CL シリーズのオマージュもバッチリだ。アクセサリーも豊富なんですよね。そうだな。CL250 にはクロススタイルという純正アクセサリー装備車の販売が予定されている。装着パーツは、ナックルガード、ラリーステップ、アップフェンダー、ヘッドライトバイザー、リアサイドカバー、リアクッションカバー、フラットシートの7種類だ。これでモタードっぽいジャンルも取り込めるかも。使用装備。CL250 のトーカルエやメーターなどの基本装備は、レベル250と同じだ。4眼インナーレインズ式 LED ヘッドライトに、白色バックライト採用の小型メーター、アシスト&スリッパークラッチ装備。電子制御系は ABS のみで、トラクションコントロールやライディングモードはなしだ。ブレーキレバーの調整機能もなし。これは欲しかったです。リアシートはフラット形状だ。ヘルメットがあれば気軽に2人乗りできそうだな。行きの運転は彼氏で、帰りは彼女とか、そんなシチュエーションを体験したことはないけどな。でも、CL は初心者や女性が扱いやすい車種だと言われてる。じゃ、そのあたりも掘り下げてみるか。CL がレベルよりも扱いやすいわけ。まず乗り心地だ。シートの厚みと刺すストロークが増したことで、レベルで不満だったお尻の痛みが緩和されるかもしれない。レベルはアメリカン的なポジションなので、小柄な人だとハンドルが遠くなり痺れを感じるらしい。でも CL はネイキッドなライポジなので、よりアップライトで快適になるって話だ。最後は、走ってみたい場所が増えるってことだ。砂利道だったり、凸凹道だったり、ちょっと走るのに躊躇する道も、CL なら自然な足つきや体勢、足回りやタイヤのおかげでちょっと余裕が出るかもしれん。その余裕が、気になっていた林道に入ったり、初めての道を走ったりするきっかけになるかもな。そうなると、バイクに荷物を積んでデイキャンプとか、新しいことにもチャレンジしたくなりますね。ボックスやサイドバックは純正 OP で揃っているから、あれこれ迷わずに積載容量をアップできるし、見た目に慣れたら、ハンドガードやライトバイザーを装備して、気分転換もできる。そういったカスタムも受け入れる懐の大きさが、CL にはある。オールラウンドに走りたいと思ったら、CL がベストバイってことですね。CL1100 の可能性。最後は推測というか、妄想ネタだ。ホンダの1100兄弟戦略はアフリカツインから始まり、クルーザーのレベル1100、ツアラーの NT1100、そしてオンロードスポーツのホーク11と、順調に展開してる。となれば、CL1100 にも期待してしまいますよね。素直に考えればそうなるんだけど、しばらくは出ないと思ってる。そのわけは
今のホンダにはビッグスクランブラーより、ビッグネイキッドが必要だと思うんだよな。CB1100 とか？そうそう。オールドスタイルな CB1100 が消え、スポーツネイキッドの CB1300 も消える今。この代わりになるモデルが欲しいと思わないか？欲しいです。CB1000R も来年で終了との噂もあるし、CBF コンセプトもなしと言われてる。グローバルモデルとしてスタンダードな装備、リーズナブルな価格で、ビッグネイキッドの登場に期待してる。もちろん、1100cc のビッグスクランブラーを否定するつもりはないぜ。ドカティのスクランブラー1100や、BMW の R90 スクランブラー、トライアンフのスクランブラー900など、海外メーカーには大排気量モデルも存在してるしな。これは、海外市場の反応次第、ですかね。さ、妄想も語ったし、分かっている範囲での CL250 スペックをまとめておくか。3、CL250 スペック考察。カラーバリエーション。発表されてるカラーバリエーションはこちら。キャンディーエナジーオレンジ、パールカデットグレー、パールヒマラヤズホワイトの3色です。ちなみに、欧州仕様の CL500 カラーリングはこちら。キャンディーエナジーオレンジ、マットガンパウダーブラックメタリック。キャンディカリビアンブルーシー、マットローレルグリーンメタリックの4色です。オレンジといえばレプソルカラーですね。元 GP レプリカって噂があるわけない。動力性能。詳細が発表されてないので、レベル250のスペックを紹介しておくぜ。エンジンは水冷短気筒 DOHC249cc、最高出力は26馬力 9500rpm、最大トルクは 2.2kgf/m6500rpm です。サイズ、足回り。シート高は 790mm、最低地上高は 165mm。フロントフォークは成立、リアはツインサスで5段階プリロード調整可能。フロントタイヤはダンロップ製 11080R19、リアは 15070R17 のセミブロックパターンタイヤです。左右のステップはラバー付きだが、取り外したらオフロードステップにできそうだ。しないけど。燃料タンク容量は CL500 と同じ12リットルです。使用装備。ウインカー、4灯式ヘッドランプ、テールランプは LED 化されていますね。メーターは白色バックライトの反転液晶で、ギアポジや燃費計など表示内容はレベルと同じです。キーシリンダーはレベル250と同じくタンク左側下だ。慣れないと戸惑うやつ。ハンドル周りはブラックアウトされてるけど、左右のレバーはシルバーですね。なぜブラックにしてくれないの？支援機能は ABS にアシスト&スリッパークラッチ装備だな。戦術したが、予想価格はスタンダードで65万円だぜ。レベル 250S エディションと同じぐらいってのが、その理由でしたね。さ、こんなところかな。最後はライバル比較だ。4、ライバル比較。比較するライバルは、国内メーカーの現行モデルではいませんね。だな。国内メーカーの過去モデルでスクランブラーなら、ヤマハ SCR950 を思い出すけど、排気量が違いすぎるし。というわけで、今回は海外メーカーのファンテックのスクランブラーモデル、キャバレロ250と比較するぜ。残念ながら、キャバレロの正規輸入車は125と500の2台。250は並行輸入車になるから要注意だぜ。それじゃ、比較表、ドン。車両価格。キャバレロ250はグーバイクで3台登録があり、いずれもこの価格だ。ちなみにキャバレロ125は92万円だぜ。外車の価格については、惚れた弱みってことですね。CL250 の価格根拠は、レベル250の外装変更版と考えた値段でしたね。サイズ。どちらも似通ったサイズと重量だ。オンをベースでオフも走れるようにカスタムされたバイクというスクランブラーの特徴を考慮すれば、両者がこの値になるのは意味があるのでしょうね。エンジン。出力的にはほぼ同じだ。違いは CL250 が DOHC、キャバレロ250は SOHC ってところだな。SOHC はコンパクトで軽量というメリットがある。軽いほど燃費や扱いやすさに影響するが、性能を極めるモデルじゃないので、それほど神経質になることはないと思う。燃費。キャバレロ250の燃費記載がないですね。CL250 と似たスペックだし、そんなに大きく変わらないと思うぜ。ちなみにレベル250の燃費 WMTC は 33.7kg だな。使用装備。キャバレロ250の装備は、価格的に見るとちょっと寂しいですね。登場時期が2019年だから仕方ないな。それに会社はスペック云々以外で惹かれるものがあるはずだ。その一点に満足すれば、装備は気にならないと思う。本当に？多分、いや、おそらくきっと。CL250 まとめ。日本で爆売れモデルのレベル250。その次を担うモデルとして登場する CL250。レベルで取り込んだユーザーを含め、オフロードも走れる排気量アップという新たな体験を提案するモデルだ。性能はお墨付き。あとは見た目が気に入るか、ってところですね。そこは心配ないと思う。このデザインを活かしたパーツも今後続々発売されるだろうし。今のバイクライフに新しい風を。以上、CL250 の紹介でした。それじゃ、今回の動画は以上だぜ。次は終わりの一言です。終わりの一言。
ホンダの 250cc シリーズの充実ぶりが半端ありません。日本専用と言われる排気量で、ここまでジャンルを揃えてるのはさすがホンダです。ASP と呼ばれる、既存モデルを活かし新たな派生モデルを作る手法が、機能してきたってことだな。これでホンダの初内提案レベルで生まれたたくさんのモデルが、より多く日の目を見るかもしれないってことです。日本市場は海外市場のおまけと言われることが多い。でもこの手法なら、この先も期待できるだろうな。今後、新進気鋭なデザイナーが ASP にアサインされれば、ホンダのバイクデザインも、T 社のピウスのように化けるかもね。ホンダの次のモデルに期待しましょう。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。